はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は北海道旭川市から沖縄久米島に旅行に行った動画のパート3です。皆さんエビ好きですか？おっさんはカニよりもエビの方が好きなぐらい大好きなんですよね。今回訪れました久米島は日本一の車エビの養殖地として有名な場所です。おっさんはそんな久米島名産の車エビが入ったそばの人気店に行ってまいりました。それ以外には海を見ながらの大浴場がありますリゾートホテルや久米島空港から旭川空港まで日本航空 JAL を利用した模様なども紹介いたします。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マックから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回は北海道の真ん中旭川から久米島まで行きました。パート1の動画では最初に日本航空 JL552 便で旭川空港から羽田空港まで移動しました。その後日本航空 JL917 便で羽田空港から那覇空港に移動しました。そして最後のフライトでは琉球エアコミューター RAC881 便で那覇空港から久米島空港まで合計区間マイル1619マイルキロメートル表示で約2605キロメートルを移動しております。久米島に着いてからは人気お笑い芸人の小島よしおさんのお母様の居酒屋にも行きました。パート2の動画では久米島ナンバーワンの観光スポットでありますハテナ浜や海が見える絶景カフェ久米島で筋トレができるジムなどについても紹介させていただいております。私は過去に久米島旅行の動画を作成しております。また国内旅行では秋田旅行の動画も作成しております。久米島のような綺麗なビーチリゾートがありますグアム旅行についても作成しております。これらの動画を見ていただければ旅行に行った気分になれるかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。今回の旅行で2泊お世話になりました大島唯一の宿泊施設民宿網本から動画をスタートしたいと思います。民宿網本につきましてはパート1やパート2でも紹介させていただきましたが、久米島にコスパが良くてロケーションも良い宿泊先を探している方にはとてもぴったりの宿泊施設なんじゃないかなと思います。おじさんは食堂でこの日も民宿網本で朝食を食べました。この日の朝食も品数が多くてボリュームもあってどの料理も本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。私は民宿網本で朝食を食べた後、この日は後で紹介させていただきますけれどもイーフビーチホテルに本日は宿泊しておりましたのでチェックアウトさせていただきました。おじさんはどこに行っても筋トレがマストですので前日にもお邪魔しました久米島ホタルドームに筋トレしに行きました。こちらのトレーニング室の利用料金が大人100円です。久米島でトレーニングをされたい方はぜひ訪れてほしいと思います。おじさんは久米島ホタルドームで筋トレをした後久米島を訪れる際に行こうと思っておりましたレストランでありますゆくいどころわしまに行きました。それでは久米島ホタルドームを出発したいと思います。久米島ホタルドームからゆくいどころわしままでの距離約 2km のドライブ映像を再生速度を上げて紹介します。このお店は人気店でしたので11時の営業時間前に駐車場に到着できました。ゆくいどころわしまは久米島の車エビが入った沖縄そばの人気店です。久米島で沖縄そばを食べるならこの店は間違いなく代表するお店です。海を眺めながら濃厚なスープと久米島の車エビのそばを味わうことができます。それ以外にもカレーなどのメニューや要予約だそうですが宴会のメニューもあるそうです。お店の中の様子です。カウンター席であれば海を見ながら
食事ができると思います。このお店の食事メニューです。このお店の名物の車エビそばなどのそばメニューやカレーやとんかつ定食などのメニューもありました。ドリンクメニューは沖縄のビールでありますオリオンビールや青森ソフトドリンク、そして久米島の地ビールも飲むことができます。おじさんは車エビそばとオリオンビールのノンアルコールビールを注文しました。おじさんは奥に見える海を眺めながら食べました。スープはエビの出汁が出ておりまして濃厚で美味しかったです。麺はもちもち、車エビもとても美味しかったです。おじさんはゆくりどころわしまで美味しい車エビそばを食べた後、久米島ホタル館に行きました。久米島ホタル館まで約30秒間ナレーションを入れませんので、ドライブ映像をお楽しみください。こちらを右に曲がりますと久米島ホタル館がありました。久米島ホタル館は久米島に生息する希少なホタルを保護観察できる自然学習施設だそうです。ホタルの展示はしていないそうですが、事前予約が必要ですが観察ツアーで見ることができるそうです。それ以外には鳥や昆虫、カエル、魚、ヘビなども見ることができます。それでは久米島ホタル館に行ってみたいと思います。水槽の中には久米島に生息している魚なのかどうか分かりませんが展示されておりました。こちらの受付で入場料、撮影時は100円を支払いました。この水槽の中には沖縄のヘビでありますハブが展示されておりました。おじさん、ヘビが大の苦手なんですよね。2階にもあるみたいなので行ってみました。2階にはさまざまな鳥の写真が貼られておりました。建物の外には川があったんですが、こちらにホタルがいるんでしょうかね。私は久米島ホタル館に行った後、大島にある観光スポットであります畳石に行きました。レンタカーを駐車場に置いて畳石を見に行きたいと思います。石碑に畳石の説明が書いてあったので、そこにまず行ってみました。畳石は自然が作った亀の甲羅の模様の岩畳です。別名甲羅岩とも呼ばれております。五角形や六角形の形をした岩は1200万年前に噴出した溶岩が
冷えて固まるときにできる柱状節理というもので、長い年月の間の波による浸食で表面が平らになってできたと言われているそうです。実際の映像でも亀の甲羅の模様になっているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。もし久米島に訪れる場合はこちらもぜひ訪れてほしいと思います。おじさんは畳市に行った後、この日の宿泊先でありますイーフビーチホテルに行きました。イーフビーチホテルがありますイーフビーチエリアの街並みを走行した模様を約40秒間ナレーションを入れませんので、ぜひお楽しみください。イーフビーチホテルは日本の渚100選でありますイーフビーチが目の前に広がるリゾートホテルです。ほとんどの客室がオーシャンビューだそうです。そして海を眺めながらの大浴場やプール、バーベキューもできるレストラン、バーもあり、久米島に滞在したら一度は宿泊してほしいホテルなんじゃないかなと思います。ホテルの中はリゾートホテルなのでとてもおしゃれですよね。こちらは昼間はラウンジのような使い方で、夜はバー営業をしておりますので、美味しいお酒を飲むことができるんです。私が泊まった部屋を撮影してみました。部屋からは海を眺めることができました。ホテルの中庭に来てみました。プールサイドでまったりすることもできますね。目の前には日本の渚100選にもなっておりますイーフビーチが目の前にあって、海水浴などを楽しむことができるんじゃないかなと思います。ホテルの横の建物には大浴場がありました。私が来た時お客さん誰もいませんでしたので、大浴場の中を撮影してみました。おじさんは大浴場に入りながら海を眺めておりました。おじさんはお風呂に入った後、ホテルのレストランのオーシャンダイニングで食事をしました。こちらでは店内で食事ができるだけでなく、海を眺めながらテラス席でバーベキューもできるレストランです。宿泊をしなくてもこのレストランだけを利用することができます。おじさんが食事に訪れた時間にはテラスにはお客さんがいましたが、レストランには誰もいませんでした。スタッフさんの心遣いでおじさん一人でしたが、海の見える席に座らせていただきました。今回おじさんが注文したメニューは久米島産車エビ御膳と単品で久米島産車エビ刺身、そしてオリオンビールを頼みました。車エビは刺身で食べても塩焼きで食べても本当に美味しかったです。翌朝同じレストランで朝食を食べましたが、バイキングでした。
おじさん、朝食はテラス席で食べることができました。イーフビーチを眺めながら食べたんですが、料理がたくさんあってどの料理も本当に美味しかったです。私はイーフビーチホテルをチェックアウトした後、飛行機に乗るため久米島空港に行きました。イーフビーチホテルから久米島空港までの距離が約 12km のドライブ映像をナレーションを入れませんのでお楽しみください。久米島空港に行く途中、エネオス串川サービスステーションに寄ってレンタカーのガソリンの給油をしました。こちらのガソリンスタンドは営業していない日もありますので確認した方が良いと思います。ガソリンを入れた後、中泊エリアを走行しました。両側に咲いている琉球松が見えてきたら久米島空港はもうすぐです。イーフビーチホテルから久米島空港までの距離が約 12km、 レンタカーで約30分で無事に久米島空港に到着して、その後オリンクスレンタカーにレンタカーを返却しました。はい、それでは久米島空港のターミナルビルの中に入っていきたいと思います。ターミナルビルの中には観光案内所がありました。その横にお土産屋さんが2軒連なっておりました。おじさんはこちらでいつも久米島激辛島唐辛子を売っていたら必ず買っているんですよね。おじさんは奥に見える日本国 JAL のチェックインカウンターでチェックインをしました。おじさんは JAL の上級会員でしたので優先搭乗ができました。この時実際はプロペラ機に搭乗していたんですが、綺麗に撮影ができませんでしたので、過去同じ便を搭乗した際の映像を紹介したいと思います。久米島空港からの景色を約2分間ナレーションを入れませんので、ぜひ絶景をお楽しみください。ここで久米島那覇便でこのように飛行機からの景色が良い席について紹介したいと思います。最初に琉球エアコミューターでは赤色の枠でお示ししました進行方向左の窓側席がおすすめです。また日本トランスオーシャン航空の便の場合も同じように赤色の枠でお示しした進行方向左の窓側席だと素晴らしい景色が見れるんじゃないかなと思います。飛行機からイーフビーチや果ての浜を見ると本当に綺麗ですので、ぜひ景色が見える席を予約してほしいと思います。
島空港から那覇空港までの区間マイルは59マイルです。キロメートルで表示しますと約95キロメートルになります。おじさんは那覇空港に到着して羽田便に乗り継ぎがありましたんですが、少し時間がありましたので JAL 桜ラウンジに向かいました。那覇空港日本国 JAL 桜ラウンジは沖縄のビールでありますオリオンビールや泡盛、ソフトドリンクが飲み放題です。またあられや柿ピンも置いてあります。おじさん JAL 桜ラウンジの中を撮影したいと思います。那覇空港の桜ラウンジはかなり混雑しておりましたね。おじさんはあまりお腹が空いておりませんでしたので、こちらでは緑茶を飲みました。おじさんは JAL 桜ラウンジに行った後、那覇空港にあります免税店に行ってみました。免税店の中を撮影してみたんですが、ブランド品のサングラスやバッグ、化粧品などを販売しておりました。おじさんは指をくわえて品物を見ておりましたが、女性が訪れたら絶対何か買っていたでしょうね。おじさんは免税店に行ったと23番搭乗口から那覇空港定刻10時5分発羽田空港行き両国 JL902 便に搭乗しました。お願いします。おじさんは一番後方の席に座りました。那覇空港から羽田空港までの区間マイルは984マイルです。キロメートル表示にしますと約1583キロメートルになります。その後羽田空港定刻13時55分発旭川空港行き両国 JL555 便に搭乗しました。羽田空港から旭川空港までの区間マイルは576マイルです。キロメートル表示に表しますと約927キロメートルになります。羽田空港から約1時間半のフライトで旭川空港に到着して、その後前方の乗客から機内の外に出ました。おじさんはスーツケースをピックアップするため手荷物受け取り所に向かいました。スーツケースをピックアップした後、そのまま旭川空港の外に出ました。この日は4月後半の午後3時半ぐらいでしたが、気温 7.6 度、旭川やっぱり寒いな。これで今回の動画は以上になります。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録並びにグッドボタンよろしくお願いします。久米島遠いけどまた行きたくなるな。